皆さんこんにちは。 AI 活用伝道師です。今日はアンソロピックが謎の新 AI モデルクロードジュピターを極秘テスト中というニュースを筆頭に、ジェミニ3フラッシュの大幅アップグレード、コーデックスへの AI ペット登場、そして最先端 AI が全て1%以下という衝撃のテスト結果など、今週の AI 業界激動ニュースを AI に詳しくない方にも分かるようにお伝えします。今週の AI 業界は本当に嵐のような1週間でした。アンソロピックが5月6日の大型開発者イベント直前に、謎のコードネームクロードジュピターという新モデルの内部テストを密かに開始したことが判明しました。これは次世代モデルの発表が間近に迫っているサインかもしれません。さらに Google のジェミニ3フラッシュが説明なしに突然性能が大幅アップ。オープン AI のコーデックスにはたまごっちのような AI ペットが誕生。そして世界中の最先端 AI が汎用知能テストでことごとく1%以下という衝撃の結果が出ました。今日は合計7つの大ニュースをまとめてお届けします。まず一番注目のニュースです。アンソロピックが AI の安全性テスト、いわゆるレッドチーミングでクロードジュピター V1 という新しいモデルの試験を開始したことが分かりました。ジュピターはコードネームでそのまま製品名になるわけではありません。ただ気になるのがタイミングです。実はアンソロピックは昨年もネプという惑星コードネームをクロード4ファミリーを正式発表する直前に使っていたことが分かっています。今回も5月6日のコードウィズクロードという開発者向けイベントの直前にジュピターが登場しており、多くの専門家がこれは発表が間近のサインだと注目しています。最有力候補はクロードソネット 4.8 です。2026年3月にクロードのソースコードが流出した際にソネット 4.8 への言及が発見されており、最新モデルのオーパス 4.7 リリースから約4週間後の5月中旬頃が予想されていました。一方、クロード5やミソスアーキテクチャとの関連を指摘する声もありますが、専門家の多くはまだ時期尚早と見ています。新モデルは現在安全評価不正利用テスト倫理基準のストレステストを経て、問題なければ発表後すぐにクロードの全アプリに展開される予定です。次はクロードの新機能のニュースです。アンソロピックがカーディナルというコードネームの機能を開発中であることが分かりました。これはクロードのメモリ機能、つまり AI があなたのことを覚えておく仕組みを見える化するダッシュボードです。今までクロードの記憶機能はユーザーには見えない形でバックグラウンドで動いていました。カーディナル機能が実装されると、月ごとに自分のクロードとの会話パターン、作業スタイル、よく使うテーマなどを視覚的なグラフで確認できるようになります。いわば AI との築地活動レポートです。この機能はクロードのモバイルアプリ、ウェブブラウザ版、デスクトップアプリの設定画面に追加予定で、設定画面全体のデザインも同時にリニューアルされる模様です。続いては Google のニュースです。 LM アリーナという AI モデルの比較サービスで Google の Gemini 3フラッシュが名前はそのままで中身だけこっそり大幅アップグレードされていたことが分かりました。 LM アリーナとはランダムに2つの AI モデルを対決させてユーザーがどちらが優れているかを投票する人気サービスです。今回のアップデートを試したユーザーは2段階上の性能に感じる、もはや Gemini 3.1 Pro に近い水準と報告しています。実際にマインクラフトのクローンゲームを作らせたテストでは、ブロックの配置、破壊、無限地形生成まで実現する高品質な結果が出たとのことです。フラッシュモデルは通常、大型のプロモデルより軽量で安価なのですが、その差が縮まってきているということはコストパフォーマンスの大幅な向上を意味します。5月21日の Google I/O まで3週間を切っており、発表に向けた準備が急ピッチで進んでいると見られています。Google のニュースがもう一つあります。Google が Vertex AI、つまり Google のビジネス向け AI サービスを使う法人ユーザーに向けて Gemini 3.1 フラッシュライトが近日中に一般提供開始されるとメールで通知したことが確認されました。まだ Gemini フラッシュ2を使っている法人が対象で、より新しく高性能な Gemini 3.1フラッシュライトへの移行を案内しています。Google が量、速度、コストの3拍子を揃えて AI 市場での競争力を高めていく戦略が鮮明になってきました。次は OpenAI のニュースです。 AI エージェントツールのコーデックスにペットという機能が追加されました。コーデックスというのは AI に指示を出すとアプリ作成や文書作成などを自動でやってくれる OpenAI のツールです。デスクトップアプリでスラッシュペットというコマンドを入力すると、たまごっちのような小さなアニメーションキャラクターが画面上に浮かんで表示されます。現在8種類のデフォルトキャラクターが用意されており、スキル機能を使って自分だけのオリジナルペットを作ることもできます。このペット機能、単なる見た目の話だけではありません。ペットはリアルタイムでコーデックスの作業状態を表示するオーバーレイになっていて、今 AI が作業中、入力待ち、確認待ちなどの状態と現在のタスクの進捗が表示されます。長時間かかる処理を AI に任せている間もペットが動いているのを見て、ちゃんと動いているなと確認できる仕組みです。
コーデックスにもう一つ実用的な新機能が加わりました。他のツールからコーデックスへの移行を簡単にするマイグレーション機能です。設定プラグイン、エージェント、プロジェクト設定などを数クリックでインポートできます。コーデックスを本格的に使いたいけど、今まで使っていた環境を移すのが面倒というハードルを取り除くことが狙いです。オープンダイがコーデックスをプログラマー専用ツールから誰でも使えるスーパーアプリへと本気で育てようとしている意図が伝わってきます。次は少し驚きを覚えるニュースです。 ARC-AGI3 という AI の知能を測るベンチマーク、つまり評価テストの最新結果が公開されました。このテストの特徴は、人間なら 100% 解けるはずのタスクを出題するという点です。オープン AI の最新モデル GPT5.4 はわずか 0.02%、GPT5.5 でも 0.4% とほんの少し改善。アンソロピックのオーパス 4.6 は 0.5%、最新のオーパス 4.7 は 0.2% と逆に下がりました。どのモデルも 1% 以下という衝撃的な結果です。コーディングや文章生成では人間を上回る場面もある最先端 AI が、汎用的な問題解決能力というテストでは人間の足元にも及ばないということを示しています。専門家たちは AI が真の汎用知能を実現するにはまだ数年かかると見ています。現在の AI はあくまでも特定の得意分野で優れているツールであり、人間のような柔軟な知能とは本質的に異なるということが改めて明確になりました。次はプログラマー向け AI 支援ツールの GitHub コパイロットのニュースです。 GitHub がコパイロット Max という上位プランの準備を進めていることが明らかになりました。 GitHub コパイロットとは、プログラマーがコードを書く際に AI が自動保管や提案を行うツールです。今回の Max プランは月額99ドル、日本円にすると約1万5000円ほどのプレミアムプランとして設定されており、パワーユーザーや高度な AI ワークフローを使いたい開発者向けに設計される予定です。現時点ではまだプレイスホルダー、つまり仮の状態ですが、 GitHub が本格的な準備を進めていることは確かです。最後のニュースは、イーロン・マスクが率いる XAI が開発する Grok です。Grok 4.3 が API で正式公開されました。 API とは、開発者が Grok の機能を自分のアプリやシステムに組み込める仕組みのことです。今回の最大のポイントは価格の大幅な引き下げで、 API の入力料金が約 40% カット、入力100万トークンあたり 1.25 ドルという競争力のある価格になりました。処理できる情報量も100万トークンに拡大し、動画入力にも初めて対応しています。さらにイマジンエージェントモードという創作特化の新機能が登場しました。これはテキスト、画像、動画の生成を一つのワークスペースで連続的に行える機能で、例えば短い動画、漫画のセット、商品紹介コンテンツといったクリエイティブなプロジェクトを AI が企画から生成、編集、修正まで一括して対応してくれます。ツールを切り替えることなく、一つの画面でテキスト、画像、動画が完結する無限の AI クリエイティブキャンバスというイメージです。グロックが大幅な値下げと新機能でクリエイター向け市場での巻き返しを図る動きは今後要注目です。今週の AI 業界の主なニュースをまとめます。まずアンソロピックは5月6日の開発者イベントに向けてクロードジュピターという新モデルを極秘テスト中で、クロードソネット 4.8 の発表が有力視されています。クロードには AI 活動履歴の見える化機能カーディナルも開発中です。 Google ではジェミニ3フラッシュが LM アリーナでひっそりと大幅アップグレードされ、法人向けのジェミニ 3.1 フラッシュライトも一般提供が迫っています。オープン AI のコーデックスにはたまごっち風 AI ペット機能と他ツールからの移行システムが追加され、スーパーアプリ化が加速しています。 ARC-AGI3 ベンチマークでは全最先端 AI が 1% 以下という衝撃結果で、汎用 AI への道のりの長さが改めて示されました。そしてグロックはグロック 4.3、 API を 40% 値下げで公開し、イマジンエージェントモードでクリエイター市場に本格参入します。 AI 競争は今週も激しく動いています。今日の動画の内容はどうでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。 AI の有用な情報を発信していきますので、チャンネル登録と通知ベルをオンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。